どうも皆さんこんにちは、ゆいしーです。今回はデッドバイデイライトキラー最強パークベスト5について、その解説と対策をご紹介いたします。2021年1月現在、採用率が高く、強力なキラーのパークベスト5を解説いたします。サバイバー目線での対策についても重点的に解説いたします。また、特定のキラーだけが使うような特殊なパークはなるべく除外いたします。サバイバーのおすすめパークは概要欄に載せている別動画で解説しておりますので、そちらについても合わせてご覧になってください。第5位、堕落の介入。堕落の介入の効果は、儀式開始時に発電機から一番離れた位置にある3つの発電機が最大120秒間ブロックされ、修理不能になるというものです。特にトラッパーやハグのような最初の準備に時間がかかるキラーに採用される傾向にあります。発電機を固めるという意味で非常に有用な効果のため、どんなキラーであっても腐らない強力なパークです。堕落の介入の対策。無理に発電機を回さずにトーテム破壊などをしましょうというシンプルなものですね。堕落の介入が発動しているとき、3台の発電機が封印されているので、実質残り発電機が2台の状況と同じで、キラーからすると発電機を回している生存者をすぐ見つけることができます。その状況下で発電機を回すのは非常にリスクが高いですが、逆に言うと封印されている発電機周辺の巡回をしないことが多いので、落ち着いてトーテムを探したり、隠密をメインに動くようにしましょう。どちらにしても不死破滅などがあると発電機はなかなか回らないので、焦る必要はありません。第4位、ガラクタいじり。パークの効果は発電機の修理が完了すると騒音の通知が発動して最大16秒間探知不可のステータスを得るということです。簡単に言うと発電機が進んでくると突然新40のキラーが襲いかかってくるというビビる系パークナンバー1ですね。当然自分が回していない発電機に対しても発動しますので、例えばチェイス中に他の発電機の進行が7割に達すると突然ステインが見えなくなったりすることがあるので注意が必要です。ナースやリンちゃんなど高速移動ができるキラーに向いているパークですが、現在の不死破滅環境に非常にマッチしているため、キラー問わずに採用されるケースが増えています。ガラクタいじりの対策。対策とは言っても実際に効果が発動して接近されて初めてこのパークに気づくことがほとんどなので、事前に気づくのはほぼ無理です。したがって発電機の進行が7割になったら周りを注意するぐらいしかやりようがない強パークと言えます。ただ現環境下ではとにかく採用率の高いパークですので、キラーがヒルビリー、ナース、リンちゃん、フレディのいずれかであったらこのパークがあるという前提で動くのが良いと思います。ゲームが進んでくると急にパッと心音が消えるのを聞いて存在がわかることも多いので、特に序盤に注意が必要なパークと言えます。第3位、イタチが飛び出した。イタチの効果は、キラーが生存者を吊るすと、次に破壊する発電機の進行度が即座に 25% 減少するというものです。吊るした後45秒間のみ有効です。発電機を直す時間でいうと、20秒の遅延を発生させる、現環境で最強の遅延パークの一つですね。実はこの9月で弱体化されたんですが、未だにトップクラスのパークです。交代中の発電機は蹴れないので、キラー最強パークの破滅が発動している間は使えないのが唯一の欠点です。ちなみに元ネタはイギリス発祥の童謡 Pop Goes the Weasel、 イタチがぴょんと跳ねたという曲らしいです。気になった方は調べてみてください。イタチが飛び出したの対策。イタチの対策は一つの発電機を仲間と一緒に回し切る、これにつきます。中途半端に回していると延々とイタチで交代させられて発電機が全く進まないということもよくありますので、時には怪我を治すのを後回しにしてでも直しきる勇気が必要です。可能なら有能の証明というパークを持ち込むとなおいいですね。他に抑圧の同盟というイタチ対策パークもあるにはありますが、扱いが難しいので初心者の方にはあまりお勧めしません。有能の証明をつけましょう。第2位、バーベキュー&チリ。サバイバーをフックに吊るした後4秒間、フックから40メートル以上離れた全てのサバイバーの場所がわかるのと、キラーのブラッドポイントが最大で倍になるという効果ですね。最強の索敵パークでありながら最強の化石パークでもあるということで、効果はシンプルなんですが、初心者から上級者まであらゆるキラーが採用するパークです。バベチリの対策。
まずバビチリがついているかどうか見分けましょう。自分の位置が絶対バレない場所にいるのに、フックに吊るした後、キラーがまっすぐこちらに向かってきたら、大体つけていると考えていいと思います。一番手っ取り早いのは、パークの接続か、ディストーションをつけることですね。接続はバビチリ対策だけでなく、色々と便利なパークですので、特におすすめです。次にバビチリをつけているのが分かったら、誰かが釣られそうになったタイミングでロッカーに隠れるか、キラーの40メートル以内に近づくようにしましょう。こうすることでバビチリを無効化することができます。ロッカーに隠れる場合は、釣られる人の悲鳴が聞こえる前に完全にロッカーに入りきって、悲鳴が聞こえなくなったら、ロッカーから出るようにすれば OK です。最後に、ロッカーが周りにないし、40メートル以内に近づくのも間に合わない場合は、回しきっていない発電機の後ろに隠れるようにしましょう。こうするとキラーから見える発電機とサバイバーのオーラの色が被って見えづらくなりますので、ワンチャンバレない可能性があります。ただし、オーラが見えなくなるわけではないので、過信しすぎない方がいいです。第1位、不死破滅。というわけで、皆さん予想通りの1位だと思います。ランキング形式なのに2つのパークを合わせるというのもどうかと思うんですが、まあほぼセットで使ってくるものなので、合わせて解説させていただければと思います。破滅の効果は、誰も触っていない発電機が通常の2倍の速度で交代するというものです。呪いのトーテムを壊せば効果は無効になりますが、それをさせないようにするのが不死の効果ですね。不死の効果は、不死以外の呪いのトーテムが壊されると、他の白いトーテムに呪いのトーテムの効果を移すというものですね。つまり、破滅がライフを3つ持つようなものなので、非常にずるい効果と言えます。さらに、トーテムに近づいた生存者の位置を6秒間見えるようにするという索敵効果もありまして、はっきり言ってインチキパークだと思ってます。この2つのパークが揃うと、もう本当に最強のコンビニって感じで、発電機が全然進まないんですよね。体感ですが、赤帯にもなると使用率は7割以上は高いんじゃないかと思うぐらい採用率の高いコンビです。不死破滅の対策。ないです。というのはまあ半分冗談ですが、実際どうしたらいいかっていうと、頑張ってトーテムを探して壊すしかないんですね。トーテムはランダム配置なので、運よく不死破滅の順番で壊せればサバイバー有利ですし、運が悪ければ一生壊せずに負けることもあります。戦略やテクニックでなくて、運に左右される要素が大きすぎると思うので、個人的にはできれば仕様変更をしてほしいと思っております。そんな不死破滅の唯一の対抗策と言えるのが、サバイバーのパークのケージの直感ですね。これをつけると発電機がつくたびにトーテムの位置が見えるようになりますので、運に頼らず積極的に壊しに行くことができるようになります。今度別動画でこのパークを使った不死破滅完全対策構成をお見せしようと思いますので、よかったらご覧になってください。というわけで、キラーが使う最強パークベスト5を紹介させていただきました。どれも非常に強力なパークなので、きっちり対策して上手に脱出できるようにしましょう。この動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。